あの情報どこに保存したっけ？スラックでタスクは管理しません。勝手にマニュアルってできてるよねっていう文化にしたいので、じゃあ私もこれやんなきゃなっていうマインドに自然となったなっていう感じです。一つ一つの IT ツールに守備範囲を設けるっていうようなところだったんですけど、こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝とシンボリと奥島です。今日はこの3人でお届けしていきたいなっていうふうに思っておりまして、実は以前ですね、こちらのシステム連携組み立て図2026年の版ってことでお話をしましたが、フライクさんまでと、こんなに IT ツール55個も使い切れんと、どこでコミュニケーションやっとんねんっていう相談があったので、今日はこのテーマでしっかりとお話をしていきたいと思います。スラックで会話、バックログで前進ということで、情報迷子をなくす複数ツールの役割分担術ということでお話をしていこうと思ってます。多分、僕たちはもうこのシステム連携組み立て図をずっと使ってるし、IT ツールも55個も難なく使えてると思うんですけど、奥島さんはまだ入社して3ヶ月弱なので、まだどこでやったらいいのかなみたいな、どちらかというと視聴者側の近いと思うので、適宜質問をしてもらえたらなと思ってます。で、僕とシンボリさんは前回ですね、ヌーラバさんとイベントをした時の資料から、抜粋してお届けしていきたいなと思っているので、おそらくですね、僕たちみたいにこのコミュニケーションはここでやりましょうとか、この IT ツールはこういうことをやるけどここまでしないみたいなルールを明確に押さえてない人たちはたくさんいると思うので、そういった専門家の知識でしっかりお話をしていけたらなっていうふうに思っております。今日はですね、いろんなコミュニケーションツールを使って困っているようなあなたにお届けしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。早速なんですけど、こういう言葉よく聞きそうだなと思って、あの情報どこに保存したっけっていうのがね、世の中ね、多いんですよ。自分で好んでスラックに情報を入れたのに、ボックスに入れたのに、あれスラックだっけバックログだっけみたいな人たち多いなと思ってるんですけど、良くないと思うんです。なので、結論言うと、フライクではこういう風な役割分担をしましたって言ったところを、シンボリ先生、教えてください。4つですよね。チャットだとスラック、プロジェクト管理みたいなところでいくとバックログっていうツールがあって、あとはノーションとかも使って、ファイル管理、フォルダ管理はボックスみたいな形で4つを使ってますけど、この4つの役割をちょっとお話しすればいいっていう理解で合ってますよね。合ってます。はい、承知です。まず、スラックは言葉の通り、チャットです。なので、本当にコミュニケーションみたいなものをチャットでやっていくんですけど、スラックの悪いところって、チャットなので、もう2、3年前のやり取りなんかもう、ブワーってスクロールしないと、検索できますけど、っていうのがあるので、我々はどちらかというと本当にもうコミュニケーションっていうところをメインとして使ってます。ちょっと待った。はい。コミュニケーションとして使ってますって言葉はね、わかります？使ってるよなとは思いますけど、どれもコミュニケーションで使ってるんですよ。意地悪。確かにそう。コミュニケーションっていう言葉は良くない。わかりづらい。わかりやすい例えでいくと、スラックでタスクは管理しません。例えば、これやっといてねっていうのは、バックログでちゃんと記表して、それをスラックでコミュニケーションする。見といてね、みたいな。っていうのが多分わかりやすいですかね。もちろんなんかね、それもルールだと思っていて、プロジェクトに関するタスクはバックログにしましょうと。一方でなんかちょっとこれ、電話しといてねとか、なんかリモコンちょっと探しといてよみたいなっていうのは、記表する必要はないよねとかっていうのは、ルールにしとけばいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにフライクに入ってリモコンを探しといてくださいっていうスラックってありました？ありました。ちょっと記憶が飛んでますね。なんであんまりスタックしなくていい、流れていっていいやり取りっていうのはスラックっていうところがベースになってるかなっていうふうに思います。他のツールはどうなんですか？バックログは今出てきましたけど、その履歴っていう観点でプロジェクトとか業務の中でちゃんとなんかお客さんに電話しないといけないとか、この資料を作んないといけないっていうものをしっかりと残していくっていうところでバックログっていうのを使ってます。とあとは分かりやすいところで言うと、ボックスとか本当に分かりやすいですよね。 AI が出てきて構造化データ、非構造化データとか言いますけど、そういった非構造化データって呼ばれる資料とかっていうところは全部ボックスの中に残す。あるあるだとメールで添付で送られてきて、それそのまま何もしてなくて、あれどこ行ったっけ、メールでもらったんだっけみたいなの多分あるあるなので、我々のルールとしてはもらった書類っていうのは必ずボックスに入れるっていうところでルールを作ってます。あとは最後、ノーションっていうところですね。ここはなんか文書ツールみたいな使い方をしてますけど、書いてある通り会社のルールブックを作るっていうところで、ナレッジであったりとかログとか、それこそ議事録みたいなものっていうのは全部ノーション側に貯めていくっていう形で、この4つを使い分けております。奥島さんにお聞きしていきたいんですけど、これがフライクのルールですと、スッと入りますか？
意味はわかるんですけど、私もなんかそう知らなかったっていう部分で言うと、スラックでやり取りをさせていただいてた時に、急にこれバックログでやりましょうっていうのをカットインをいただいたんですね。正直、今だから言えますけど、別にスラックでいいじゃん。ね、わかるわかる。このままでいいじゃんっていうのが正直ありました。で、これが、フライクのルールなんだなっていうところと、あとはその役割分担、この話にも通じて、こうログを残すためにバックログに移そうっていうことだったので、今ではちゃんと理解をしております。ちなみに前職時代とかは同じような IT ツール、もちろん全く同じではないと思うんですけど、それなりに似たようなツールって使ってると思うんですけど、こういう風なこの役割分担とかって意識はされてたんですか？個人個人で意識はあると思うんですが、それが会社として共通の認識になってるかっていうと、っていうことが多かったかなと思います。例えばマニュアルを Google ドキュメントで作る人もいれば、Notion で作る人もいれば、でマニュアルをどこに置くのかみたいなところが結構まちまちだったなっていう印象ですね。それって弊害ってあるんですかね？後から入った人が困ると思います、シンプルに。なるほど。探す手間？そうですね、探す手間のところで、ノーションだと会社のルールブックを作るっていう役割が与えられてると思うんですけど、フライクだとノーションを見ればそのマニュアルとかがここにあるよっていうのが明確にあるので、逆に言うとそこにないものは聞かないとわからないし、あるものは確認すればいいってあるんですけど、それが決まってないといろんなところツールを探しに行って見つからなくて、で人に聞いたら、いやここにあるよ、それを最初から教えてくれよというようないわゆる迷子な状態っていうのは結構あるあるかなと思います。世の中いろんな企業さんがいろんな IT ツールを使っていると思うんですけど、フライクみたいにこのコミュニケーションのここでやりましょうみたいなルールを作るのってなんか思想があるかなと思ってて、フライク社はどういう風な思想でこのツールはここにしたとかっていうのを決めたんですか？判断軸としてはフロー型かストック型かっていうこの2つの判断軸でどこを使うかっていうのをまず割り振るようにしてます。フロー型はスラックでいいと思います。ストック型は世に残したい情報、ナレッジとして貯めたい情報になってくるので、ノーションとかバックログとかボックス、この3つになってくるので、まずスラックとその他っていうのはフロー型かストック型かっていうところで分けております。具体的にフロー型ってどういう風な情報の時にはスラックでよくて、こういう情報はストックしなくちゃみたいな、なんか分かりやすい例とかってあります？フロー型でいくと、今日夕日ご飯行くんですけど一緒行く人、これはもう後に残す必要性はないですし、その場でじゃあ行きますでも終わっちゃうコミュニケーションなので、フロー型としてスラックでやっちゃえばいいと思います。一方で、そのじゃあご飯行く人の流れでスラックでやってました、じゃあ蕎麦屋さんに行きましたと、めちゃめちゃ美味しかった、ここって結構接待にも使えるよねとか、なんか社内のランチのイベントでも使えるよねってなったもののやり取りをスラックに残すといっちゃうとどっか行っちゃうので、それをじゃあマニュアルとして例えばノーションの中のその美味しいところをデータベースみたいなところに貯めていきましょうみたいなのはストック型になっていくので、まず入り口が何なのかっていうところと、そこから派生した時に結果これってストックしないといけないよねになったら違うところに蓄積をしていくみたいなのは結構分かりやすい例えかなと思いました。ちなみに蕎麦屋さん接待で使うことって僕そうそうないと思うんですけど。いらっしゃるじゃないですか。桃の例えですから大人だね。大人でしたね。誰かが見返すかどうかってことですね。そうですね。未来の誰かに役に立つかどうかっていう観点で、フローから始まった情報もストック型に移していくこともある。そうですね。となるとストック型は別にフライクみたいにたくさん使わなくてもいいのかなと思ったんですね。ストック型かフロー型です。フロー型はスラック、チャットワークとか、LINE ワークスとかでいいと思うんですけど、他にストック型はフライクだったらボックスとかノーションとかバックログ使ってるんですけど、この3つの使い分けってどういう風な意識をしてるんですか？フライクっていう観点でお話をするので、これが正しいかどうかみたいなところはもちろんあるかなというふうに思いますけど、まずボックスとかめちゃめちゃ分かりやすいですよね。ファイルストレージっていう考え方が多分ベースだと思うので、それこそワードとかエクセルとかそういったファイルはもう全部ボックスにストックしましょうっていう我々は切り口にしてます。もちろんこれをスラックの中で添付してやり取りすることもできれば、メールでもできれば、バックログに添付することもできれば、ノーションも多分添付できると思うんですけど、これやっちゃうと探す人が分かんなくなっちゃうので、非構造化データ、ファイルフォルダデータっていうのは全部ボックスっていうところで全部切り分けているっていう感じになります。
となるとフライク社ではバックログのやり取りをしている時にも添付ファイルのやり取りというか、このファイルについてのやり取りの時には奥島さんもバックログの中に直接添付はせずにボックスにアップロードしたのを共有 URL でバックログでやり取りをしている。はい、今はめんどくさくないですか？それもですね、以前某大滝さんに大滝さんに大滝さんにご指摘をいただきまして、ファイルを共有するときはボックスでって言われて、その時もめんどくさいなって正直思ってたんですけども、それは、はい、やり取りがめんどくさいのだって大滝さんがめんどくさいではない。そんなことないですね。危ない。まあ一手間っていうところでは手間かかるのは確実なんですけれども、それも結局後から見返した時に共有しやすかったりとか見返しやすいってことが必要なのかなと思ってます。添付だと多分なんか期限が切れて見れなくなったりとか、環境によって見れなくなったりとかもあると思うので、そこははい意図は理解できるなと思います。じゃあバックログでそのタスクのコミュニケーションはしてストック型にもなります、はい、マニュアル化を作りたい時には別途ノーションで作る、はい、そういった時には誰がノーションで作ってたりとか、どういうタイミングで、作りたいと思うのか作らせてるんですか？でいくとあんまりなんか作らせたくはないなっていうふうに思っていて、我々はノーションの中に作業ログっていうデータベースを作っていて、初めてやることとかっていうのはちょっと時間かかってもいいから、なんか例えば構築する時、何か設定する時っていうのはそのログにスクリーンショット撮りながらペタペタしながらやっていきましょうっていうルールを作ってます。でそれをもし誰かが後から同じことをする時に、まずノーションを検索すれば誰かやってたらあるかもねっていうスタンスにしてるので、あればラッキー、なければ僕が初めてなんだって言ってまた一から作業ログを作るっていうこのサイクルを回していけば、勝手にマニュアルってできてるよねっていう文化にしたいので、なんか我々から指示をしてマニュアル作ってではなくて、初めてするこれ残したいなってものは全部作業ログに残すっていう文化にしております。まず2つ質問があって、はい、奥島さん最近どんな作業ログ作りましたって言った質問と、2つ目が人が作った作業ログ見てこれ見てよかった、あってよかったなっていうのってありますかっていう質問なんですけど、まず1つ目の質問、何作ったですか？そうですね、最近だと広告配信のターゲティっていうツールの初期設定をやらせていただいたので、それはどう考えても初めてやる、初めての入れたツールですもんね。そうです、フライクで初めてやる作業だったので、シンボルさんおっしゃったようにスクリーンショット撮りながらログを残して、今後誰か設定する人の役に立てばなと思って作りましたと。その作った時って、はい、ちょっと間違えちゃう時とか設定ミスっちゃう時とかって一番初めの人って作りづらいなとかっていう気持ちはないんですか？そうですね、作りづらいなっていう気持ちは正直あるんですけど、自分が経験したことって2回目3回目の人も同じ通る道だなっていうふうに思ってて、だったらその未来の誰かを救うじゃないですけれども、ここがよくあるミスだよ、こういう時はこうしたらいいよっていうのがあった方が助かると思うんですよね、なのでそれ誰か助けになればいいかなっていう思いでやりました、素敵なマインドですね、はい、そうですね。それが2つ目のご質問に通ずると思うんですけれども、作ってくれた作業ログがいっぱいあるわけでしょ、ノーションに。それを見て実際にフライクのズームの初期設定こうやってやらなきゃいけないんだとか、このツールの初期設定こうやってやらなきゃいけないんだっていうのがすごい助けられたので、逆に言うとじゃあ私もこれやんなきゃなっていうマインドに自然となったなっていう感じです。いろんな IT ツールを使ってるフライク社だと思うんですけど、多分お客さんとかいろんな企業さんから見るとこんなに IT ツールに課金できないっていうお客さんもいると思うんですよね。そういった中でたくさんお金があるんだったらいろんな IT ツールにお金投資しようってできると思うんですけど、世の中 99.7% が中小企業なんで全ての IT ツールにたくさんのお金を使うことができないと思うので、フライクはその4つの IT ツールにどういう風な課金をしてこなしてるんですかっていうのを教えてもらっていいですか？これは3つと1個に分かれるのかな、大きな考え方でいくと、まずバックログは組織課金っていう考え方になるので、ユーザーがもちろん詳しくないですけど、なんかエンタープライズとかなんとかプランとかよくあるじゃないですか。それによって変わってきますけど、基本的には無制限にユーザーを招待できるので、組織で課金して外部の人だろうが内部の人だろうがガンガン入れてコラボレートしていこうぜっていう考え方をしているのはバックログです。一方で、ボックスとかスラックとか、あとはノーションっていうところでいくと基本的にはユーザー課金になってくるので、社員のメンバーはみんな有料のアカウントを持って課金をして使っているっていう形ですね。あとはSaaS って便利ですよね。この無料プランがあるっていうところがすごく便利で、ノーションとかも無償で招待をしてアカウント作ってもらって組織に入ってもらって参照だけできるみたいな形
ちにはもう無償のプランで入ってもらったりとか、ボックスとかも一緒ですよね。あとは、スラックもシングルチャンネルユーザーみたいな形で無償で入っていただくことができるので、本当に1チャンネルだけでいい人たちとかっていうのは無償で入っていただくような使い方っていうのを課金の仕方ですかね、をしております。じゃあこのバックログ、ボックス、ノーション、スラックの課金体系って世の中知られてるようで知られてないことが多いなと思ってるんですけど、奥島さんはこの IT ツールを知って、なんかどのツールがいいなとか、このツールもうちょっといろんな人に知ってもらいたいなみたいなのってありますか？一番率直に驚いたのはバックログですかね。組織課金なので他のユーザーさんを追加してもコストがかからない。じゃあ全員そこに集めてしまえばそこでコミュニケーションが取れるっていう、すごいツールだな、すごい課金体系だなって思いました。 IT ツールね、奥島さんは SaaS 経験者なんで SaaS 企業にいたことがあるので、マネタイズポイントってユーザー課金にどうしてもなりがちじゃないですか。ただバックログ、ヌーラボさんはそういう課金体系ではなくっていうところが凄さでもあり、コミュニケーションってなると仲間外れしちゃうと、よくセールソースにもあると思ってて、この人はこのライセンス使ってるけどこの人はライセンス持ってないから見れないみたいなのが発生しがちなんですけど、バックログだったらそれがなかったりすると、奥島さんが持ってるお客さんとのプロジェクトでもクライアントさんをたくさん呼べてコミュニケーションもできると思いますし、何かコンテンツを作るっていう時にも外部のパートナーともやり取りができるっていう感じで使いこなせれますよね。そうですね、すごい便利だなと思います。で今日はいろんな IT ツールのお話をしてきましたが、今日僕はこの動画で実は伝えたかったのは、一つ一つの IT ツールに守備範囲を設けるっていう風なところだったんですけど、チャット GPT 君にフライクの使い方をババババーって言ったらこういう答えが来たんですけど、ちょっと見てもらっていいですか？はい、まずバックログ、タスク管理と会話が一体化した文脈の器。じゃあ次、ノーション。会社のナレッジブックに残った現場のログを整理、再現可能な形に昇華する再現性の器。どうですか、ノーションってなんか奥島さんの話的にも、自分がやったことを一番初めにファーストペンギンでやって、次の人に誰かがやってもらう時にも楽になってもらいたいっていうのって再現性だと思いますし、奥島さんが入社したタイミングのパソコンのキッティングの時とかってもちろんマニュアルが完全にあったものと、まだまだ足りてないものもあったけど、再現性的な観点だったら多分ノーションは再現性の器なんじゃなかろうかと。スラックですね。次、即時性が求められる相談や限定メンバーでのクローズドな会話のためのスピードの器。同期型コミュニケーションではないものの、比較的同期型に近いスピード感を求められるものがスラック。あと僕最近スラック AI すごいなって思ったことがあってですね、完全余談なんですけど、とあるお客さんの入金が遅れましたと。それがダッシュボードは通知があるので、ダッシュボードに対してコメントをして、〇〇会社さんが1月分未入金ですって言ったら、サジェストでね、このお客さん10月も未入金でしたよっていうのがスラックで言ってくれて、確かにそれをクリックしたら前僕がコメントしてた内容も出てきたんですね。スラックすげえと思って、スピードの器でもあるんですけど、そのバックログの文脈の器っていったところも、過去のコメントしたことは完全に忘れてる大滝だけど、スラックは覚えてくれてるみたいなのがあって、すごいなって思ったっていうちょっとエピソードです。じゃあ最後、ボックス。はい、ボックス。図書館、非構造化データを残す成果物の保管ですね。設計書や納品物などの成果物の器。最後の納品物ですもんね。作ったものに対する。あと、ボックスのいいところが、うちが契約してるプランだったら50世代までしか残すことができないんですけど、成果物を作るまでの過程も一応見れるようになってるじゃないですか。それも便利だなっていうふうに思ってます。じゃあこの4つの IT ツールの使い方をそれぞれご説明をいただきましたが、どうでした？動画もさることながら内容が非常に学びが多かったなと思います実際に私もつい最近経験したことが結構多かったですし、それぞれのツールでこういうことなんだなっていうのを今学びながら業務しているところだったので、後にこういう明文化されたものがあるっていうのもすごいいいなと思いました。今日はいろいろ話をしてきたんですけど、実は資料が60枚ぐらいあって5、6枚ぐらいしか話してないんですよね。ちょっとせっかく作ったんでね、ちょっといろんな人に見てもらいたいなと思ったんですけど、はい、ありがたくいただけるんですか？そうです。じゃあちょっと言葉に甘えて今日の内容の、ブログとかホワイトペーパーっていうところを概要欄に貼っておきます。どんなホワイトペーパーのタイトルなんですか？はい、読みますね。業務中心のコミュニケーション、ツール設計、AI 時代を謳歌するバックログ、スラック、ノーション、ボックスで作る4つの器というタイトルでアップさせていただきますので、ぜひ概要欄からクリックいただいて、そこから
ダウンロードしていただけると、ほんと細かい広い内容が見れるかなっていうふうに思います。ちなみにフライク社はですね、資料ダウンロードの時に電話番号いらないんですよ。そうですよね。まあね、電話したくないからなんですよ。電話しないし、メールアドレスはいただくんですけど、メルマガを月に3回だけ送っているので、それだけで利用させてもらうので、お気軽にダウンロードいただけたらなというふうに思っております。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。今日はスラックで会話、バックログで前進ということで、4つの IT ツールについてご説明をしてきました。それぞれの IT ツールの器って話もしているので、ぜひ詳細を見たい方はこちらの内容をご覧ください。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。でコメント来てくれて、奥島さんへの質問をぜひ、ご趣味は何ですか？パン作りですって僕が答えるんで。僕じゃないんですよ。僕じゃないんですよ。僕が答えます。誰が知りたいんですか？それ次の動画までお楽しみに。バイバーイ。